今日はチーズプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チーズプリンを作っていきたいと思います。プリンレシピはいろいろご紹介してると思うんですが、今回はとてもまろやかでコクのある濃厚で美味しいプリンレシピをご紹介していきます。プリンに仕上げる時も今回はフライパンを使って作るので、とても手軽に作ることができます。酢が入りにくくなる方法なども一緒にご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、卵、グラニュー糖、牛乳、生クリーム、プリン生地はこちらの材料を使って作っていきます。まず卵に関しましては、こちらは M サイズの卵を使用していきます。糖類はですね、グラニュー糖を使いますが、こちらはお好みの糖類を使っていただいて大丈夫です。生クリームに関しましては、動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。あんまりね、脂肪分のパーセンテージが高いものに関しましては分離しやすくなりますので、 30% 台のものがおすすめです。材料の卵に関しましては、必ず常温に戻したものを使用するようにしてください。それでは続いてカラメルソースと、あとはトッピングで使うチーズクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、お湯、生クリーム、クリームチーズ、こちらの材料を使って作っていきます。まずカラメルに使うグラニュー糖ですが、こちらは白砂糖で代用していただいても大丈夫です。そしてチーズクリームに関しましては、生クリームとクリームチーズで作っていきます。この生クリームとクリームチーズなんですが、プリン生地で使う材料の余りのもので作っていきます。なのでね、材料が中途半端にならず作ることができます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにカラメルソースから作っていきます。フライパンにグラニュー糖を入れてください。そしてグラニュー糖をめがけてお水を注ぎ入れます。水がね、全体に浸透するまで待ってください。はい、これで OK です。このようにね、一度お水を浸透させてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままこの縁の部分の色が変わってくるまで加熱してください。加熱している最中に中を混ぜたりしてしまうと、グラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので絶対触らずに加熱するようにしてください。はい、今ね、この縁の部分の色が少し変わってきました。そしたらフライパンを持ち上げて、このようにフライパンを回しながら色味を均一にさせてください。はい、そしてまたフライパンを置きます。そしてこのままですね、いいカラメル色になるまで加熱していきます。時折ね、フライパンを回しながら加熱してください。結構ね、このぐらいになると煙が出てくるので、換気扇の付け忘れには注意してください。薄いね、カラメル色になってきたら火加減弱火にします。そうするとね、失敗なくできると思います。少しずつね、このように色味をつけていってください。そのまま中火で加熱するとね、焦げるのがすごく早いので注意してください。いい感じのカラメル色の手前ぐらいになったら火を止めます。あとは余熱でね、仕上げます。はい、でこのぐらいですね、いいカラメル色になったらお湯を入れます。お湯を入れるときは跳ねてこないように蓋でカバーしながら入れてください。では入れます。そして蓋をします。蓋をしたらですね、やけどしないようにフライパンをくるくるっと回してなじませます。この隙間からね、熱い湯気が出てきたりするので、やけどにはね、十分に注意してください。はい、そしたらこのふつふつが落ち着くまで一旦待ちましょう。はい、OK です。そしたら蓋を開けます。これでカラメルソースの完成です。それではね、容器に移したいと思います。ではね、容器に移していきます。今回は 150ml の耐熱性のプリンカップを使用していきます。容器はですね、何でも大丈夫なんですが、必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。では入れていきます。はい、このようにね、入れておいてください。それでは残りも同じようにカラメルを入れていきます。は
はい、全部ねカラメルを入れました。今回は 150ml の容器4個と、あとは 200ml の容器1個使っていきます。そしたらこちらの容器は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずはじめに牛乳と生クリームを沸騰直前ぐらいまで温めていきます。生地を温かい状態にしておくと蒸し時間がその分少なくなるので酢が入りにくくなります。ではですね、まずここに牛乳、そして生クリーム、あとねここにグラニュー糖を加えて一緒に溶かしましょう。そしたら火にかけます。火加減中火ぐらいです。このように混ぜながら沸騰直前ぐらいまでですね、少しね鍋肌がふつふつしてくるまで加熱してください。沸騰させないようにだけね注意しましょう。はい、少しね鍋肌がふつふつしてきたので火を止めます。生クリームと牛乳はこれで OK です。使うまで軽く粗熱を取りましょう。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。今ねこちら冷蔵庫から出して10分ぐらいしたものなんですが、まだちょっと硬くて練れないので一度電子レンジで軽く加熱します。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたらゴムベラで柔らかくなるまで練ってください。はい、OK です。このように柔らかくなれば OK です。それでは続いてここに卵を割り入れていきます。一つずつ加えてその都度よく混ぜてください。では入れます。そして今度は泡立て器に持ち替えてしっかり混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。よく混ざったらまた1個加えます。そしてよく混ぜます。はい、そして最後もう1個加えます。そしてよく混ぜます。はい、OK です。それでは粗熱を取った牛乳と生クリームを加えていきます。こちらの生地を混ぜながら加えていってください。はい、よく混ざれば OK です。そしたら一度こちらの生地をこしてください。一度こすことでとても滑らかな仕上がりになります。それでは生地をこしていきます。できるだけ網目の細かいものでこしてください。はい、このようにこします。このようにね表面に気泡などができた時は上にねペタッとラップを貼り付けて、そして取り除いてみてください。そうするとね気泡を取ることができます。はい、 OK です。それではね容器の中にプリン生地を入れていきます。はい、 OK です。このように入れてください。今回ね 200ml の容器を1個使ってるんですが、ちょっと上の部分が余ってるので 150ml のカップ5個でもいけると思います。そしたらアルミホイルで蓋をしましょう。はい、 OK です。それでは今からこちらを蒸していきます。それではフライパンまたはお鍋を用意してください。ここにですねまずプリンカップを1つ置いてください。プリンカップの半分くらいまでねお水を入れましょう。はい、で入れたらプリンカップは取り出します。そして一度こちらのお水を沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めてください。火を止めるとね熱い蒸気が上がってくるので蒸気でやけどしないように注意してください。そしたらですねキッチンペーパーなどを底の部分に敷きます。だいたい 2,3 枚ぐらい敷いてください。あるいはですね清潔な布巾などを入れていただいても OK です。そしたらこちらのプリンカップを入れていきます。この時もやけどしないように注意してください。はい、 OK です。そしたらもう一度火にかけます。そして一度再沸騰させてください。このようにくつくつ再沸騰させたら火加減弱火にします。そして優しくねくつくつした状態をキープさせてください。そしてこの状態で蓋をします。それではですねこのまま蓋をした状態で弱火で12分蒸していきます。はい、12分経ちました。そしたら一度火を止めて蓋を開けます。そして一度ねアルミホイルを外してください。そしてやけどしないようにカップをねちょっと傾けて、この時に生地がね流れ出てこなくなってれば OK です。プルッとした状態でも大丈夫です。心配な場合はね何箇所かやっていただくといいかなと思います。この真ん中のやつもね見てみたいと思います。こちらもね流れ出てこなくなってれば OK です。そしたらもう一度火にかけます。そして一度再沸騰させてください。は
はい。で、このように再沸騰したら蓋をして火を止めます。そしてあとは余熱で仕上げます。このまま火を止めた状態で10分置いてください。はい、10分経ちました。蓋を開けます。蓋を開けてですね、もう一度再チェックしてください。これでね、生地が流れ出てこなくなってれば OK です。もしまだね、生地が流れ出てくるようであれば、もう少し加熱してみてください。こちらは生地の温度、そしてお使いのフライパン、あとは容器の材質や大きさによってもね、適正な蒸し時間が変わりますので、様子を見ながらこちらは調整してください。そしたら容器を取り出します。はい。で、取り出したらですね、アルミホイルの蓋を取ってください。このようにね、またちょっとプルッとした状態になってます。そしたらこちらをですね、一度このまま常温の状態でしっかり粗熱を取って冷まします。そして冷めたら上にラップをかけて、そして冷蔵庫で1日しっかり冷やしてください。それではプリンを冷やしている間にクリームを作っていきます。まずですね、こちらのクリームチーズですね。このクリームチーズは常温の状態に戻してください。先ほどみたいに電子レンジで温めてしまうと生クリームの泡立ちが悪くなってしまいますので、必ず自然な状態で常温に戻してください。そしたら一度こちらのクリームチーズを柔らかくなるまで練ってください。はい、そしてこのようにね、柔らかいクリーム状にしてください。そしたら続いて生クリームを泡立てます。氷水を張ってその上にボウルを置いてください。そして生クリームを入れます。そして角が立つまで泡立ててください。はい、OK です。こんな感じでね、ちょっと固めに泡立ててください。そしたらこの中にクリームチーズを入れます。そしてゴムベラで混ぜましょう。チーズクリームはこれで完成です。今回は糖類を入れてないんですが、お好みでね、糖類を入れて作っていただいても OK です。それではね、こちらは使うまで冷蔵庫で保存しておいてください。はい、プリンが冷やし固まりました。このようにね、しっかり冷やしてください。それではね、取り出したいと思います。まず細めのナイフを用意してください。そしてまずね、周りを剥がしていきます。くるーっと一周させてください。そしたらお皿を乗せて裏返します。あとはね、上下に少し振ってみてください。プリンが落ちてきました。そしたら型を外します。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。では最後ですね、こちらチーズクリームをのせたいと思います。スプーンですくってのせましょう。はい、これで完成です。はい、これでチーズプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はね、このように酢も入らずとても綺麗な仕上がりになってます。はい、そして中はこのようにとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。プリンにチーズのコクとあとクリームチーズの風味が加わっててすごく美味しいです。そしてこのクリームとも相性抜群です。もうカラメルも最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチーズプリンのポイントです。まずカラメルを作る時のポイントなんですけれども、カラメルはグラニュー糖とお水を加えて火にかけたら、そのままですね、少し縁の部分が色づいてくるまで中を触らないように加熱してください。ここで混ぜたりしてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なのでじっとそのまま加熱するようにしてください。そして薄く色づいてきたら火加減を弱火にしてじっくりね、カラメル色に仕上げてください。そのまま中火でやるとね、焦げるのが早くなってしまったり、あとはですね、お湯を入れた時に跳ねやすくなりますので、弱火でじっくりカラメル色にして最後は火を止めて仕上げてください。そしてお湯をかける時なんですけれども、かなり弾いてくるので蓋でカバーをしながらお湯を注ぎ入れてください。あとですね、カラメルを作る時なんですが、かなり煙が出るので換気扇の付け忘れだけには注意していただけたらと思います。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はですね、まず生クリームと牛乳
乳とグラニュー糖をお鍋に入れて、そして沸騰直前まで加熱してください。これで沸騰させてしまうと牛乳の風味が変わってしまったり、あとはね膜ができてしまいますので、沸騰させないようにだけ注意してください。このようにですね、牛乳と生クリームを温めていただくことで生地の温度が温かくなるので、蒸し時間を短縮することができます。なので卵も必ず常温の状態のものを使用するようにしてください。そして生地を全部よく混ぜたら、一度生地はきちんとこしてください。生地をこしていただくことでとても滑らかで美味しいプリンに仕上がります。そして今回はですね、深めのフライパンで蒸したんですけれども、こちらはお鍋でも OK です。底の部分にペーパーまたは布巾などを敷いて、そして容器を置いて蒸すようにしてください。直接置いてしまうと容器がカタカタしてしまったり、あとは酢が入りやすくなってしまいます。なので必ず1枚ねペーパーなどを挟んで加熱するようにしてください。そして蒸す時なんですけれども、必ずね弱火でほんの少しクツクツしている状態をキープしながら蒸すようにしてください。 IH の場合もですね、いろんなね温度があると思うんですけれども、ほんの少しねお鍋の中がクツクツしている状態の温度設定でやってみてください。蒸し時間に関しましては、生地の温度、そして使う容器の材質、大きさ、あとはフライパンの大きさなどでもね変わってきますので、容器を斜めにして、そして生地がね流れ出てこなければ OK です。そしたらもう一度再沸騰させて蓋をして、そして火を止めて10分間余熱で仕上げてください。最後ですね、余熱で仕上げることで酢も入らずとても滑らかな仕上がりになります。もしねまだ生地が流れ出てくる場合は 2,3 分ずつ様子を見ながら蒸してみてください。そして出来上がったプリンに関しましては、しっかり粗熱をとって、そして冷めてから冷蔵庫で冷やすようにしてください。そして今回はトッピングでね、上にチーズクリームも乗せてます。もちろんねそのまま乗せなくても美味しく召し上がっていただけますが、クリームを乗せるとね見た目も豪華になりますので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチーズプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。